はい、こんにちは。今日ね、飛行船やっていきたいと思います。大型の船を空に浮かべて、ゆったり飛行を楽しみたい。ということで、行ってみましょう。まず、前回の V トール。これね、実は飛行船を作るときには、このプロペラを外して流用するつもりだったんだけど、あまりに予想以上に完成度が高い機体が出来上がっちゃったので、追加でモーターを集めましょうかね。ドリル戦車はこれ次に使うときは足を改造しようと思っているので、ここから1つは外せるとして、今回は4つのモーターが欲しいので、あとは風車を倒しに行こうかな。まあ V トールも設計図には登録してるので、いっぺん分解して後で作り直してもいいんだけど、なんかもったいないというか、あれだけ大きいと材料を設計図の枠に収めたりするのが意外とめんどくさかったりもするんだよね。で、この辺の風車は実は風向きを確認するために残してたってのもあって、実際に風向きを見ながら流され具合とかスピードを確認してたんだけど、まあどうしても風を見る必要があるときはもっと簡易的なものを作ったりもできるし、どのみち離れすぎると見えなくなるんだよね何かいい手がないかってのは悩みどころなんだけど、まあとりあえずモーターはこんなもんでいいかな。で、ベースにするのは屋形船。こいつにプロペラをつけていきます。プロペラは V トールを作った時に設計図登録してるので、こいつを使って作っていく感じですね。で、普通に考えたら右用のプロペラを右に2つくっつけて、左用のプロペラを左に2つってのが順当なんだけど、ここでは対角線上につけていきます。これは左右を完全に一致するものが作れなかったので、その対応策なんだけど、こうすることで反作用を互いに打ち消し合う計算になるはず。まあ誤差範囲に収めてあるってのも実証済みではあるんだけど、これによりより安定するんじゃないかってな算段です。とりあえず今屋根の上に仮置きできた状態なんだけど、ここから配線も仮組みしていきます。っていうかね、プロペラが船の幅の半分より大きいので、ちょっと外側に飛び出す感じでぶつからないように作っていきます。とりあえずこんな感じか。今左右は別で配線してるんだけど、まず手前側、こっちは OK。 奥側はちょっと接触が悪いかな。とりあえずこれで大丈夫そうですね。プロペラの向きもちゃんと確認しながら、間違ってるやん。もう何回間違ったら気が済むんでしょうねちなみに単純に回転方向を逆にするだけなら、この両軸化したモーターを反転させればいいんだけど、今の設計でそれをやっちゃうと反作用の方向が片方に寄っちゃうんでね。はい、とりあえずこれでプロペラはくっついたわけなんだけど、
ちゃんとした向きで回ってますね。電池は足りないような気もするんだけど、とりあえず10本用意して、いざ。全く飛び上がる気配がないですね。一応動いてはいるんだけど、さすがに重いっぽい。回転数的にまだ上げる余地があるので、電池を追加するってのはあるとして、他に改善する余地があるのは船体の重量かな。プラスチックがちょっと重いか。いや待てよ、荷物積んだままじゃねえか。こいつら外すのが先ですね。ちなみにさっきのプラスチックのパーツは本編で作った時にはなかったので、あれって思ったお客さんもいるかもなんだけど、風車を倒した後のプラスチックをちょうどいいやと思って撮影の合間に貼り付けたやつですね。確かに重くはあるんだけど、障害物にぶつかった時の耐久度が心配なので、軽量化の優先度は下げておきます。よし、これでひとまず荷物は外したかな。水上用の推進力も今はいらないので、それ用のバンパーも外しときます。なんやかんやで合計100キロぐらい軽量化しました。電池もさっきより増やして倍近くの18本、この辺に設置しとこうかな。スイッチは間に合わせて、まあこんなもんでいいでしょう。ついでに微妙に減ってる電池も充電しとくとして、よし、これでどうだ。いざ。おー、一応浮きましたね。失敗と成功の中間くらいで反応に困る。バランスが悪すぎてずっと後ろ向きに飛んじゃうというか、いやこの船設計段階から前後ろを逆にしたりしたので、あっちが前ってことにしとこうかな。とにかくバランスの制御が効かないですね。全体の構造的にこの前部分がせり出してるのが原因かな。一応これを計算に入れた上で重くなる電池を後ろに積んだんだけど、この前側の方が重心から距離が離れてる分、重さの数字以上にバランスを崩してるのかもしんない。あと屋根はメンテナンスする時に必要とはいえ、上が全然見えないんだよね。端っこのこの木材のパーツは重くもあるし、こいつらだけでも外しときましょうか。なんやかんやって減らした重量は40キロくらいなんだけど、数字以上に全体のバランスは良くなったはず。プロペラの回転数はまだ上限まで余裕があるみたいなんだけど、とりあえずこれで行ってみるか。いざ。飛んだー。うわー、マジで飛んでる。この段階でうまくいくとは思ってなかったので、私自身が一番驚いてる。こんなにでかくて重いものでも飛ぶんですね。ただね、これ操縦できる機構を何もつけてないので、手で操作することになるんだけど、手で引っ張った時に
バランスが崩れやすいので、船体を前に後ろに移動しながら船体を傾けることで移動方向を変えてます。で、今特に目的もなく浮いた状態で2階の地の方向に流されてるんだけど、あの空中遺跡は第1段階の高さかな。高さ自体は足りてるっぽいんだけど、あれに乗れるか？手で動かす時の力加減が難しいんだけど、おっと動かしすぎたやばい、ダメかもしんないちょっとした動きで勢いがついてブレが大きくなるのと、墜落体勢になるとプレイヤーの体も自由落下するので、体重での制御が効きにくくなるんだよね。つまり何が言いたいのかというと、もう何もできませんはい、さっきの結果を踏まえて最終調整、電池の位置を真ん中くらいにしときます。これね、バッテリー1個 1.3 キロなので18個で23キロくらいあるんだよね。途中段階だと前側が長かったのとバランスをとってたつもりなんだけど、今は前側を削った後なので逆にバランスを崩す要因になってるんじゃないかな。よし、これで試してみると、おー、さっきよりもさらに安定した手応えがありますね。手で掴んで動かすこともできるんだけど、これ自体が結構難しい上に風の影響も受けるので、思った場所に移動するのはかなり難しいですねとはいえ急な方向転換とか無理な移動さえしなければ船体自体は割と安定できてるので、あの場所へ行きたいっていうピンポイントの移動は苦手にしても、あの辺りに行きたいっていう大陸レベルの移動には良さそうですね。基本は体重移動で動かしながらちょんちょんって軽く動かすのがコツかな。形が長方形で横に旋回させるのが難しいってのが設計ミスではあるかなとはいえこの後何回か練習して割と自由に動けるようになったので、その映像を見ながらまとめに入りましょうか。ということで飛行船やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。ちなみに物の総重量ってのは以前はとてもじゃないけど計算しづらかったんだけど、今は設計図に材料ごとの重量が表示されるので、これを合計すれば重量が計算できますね。参考までに前回の V トールが大雑把に500キロ、今回回収前の屋形船が約800キロ、回収後の飛行船が約900キロってなってます。で、さっきは着水に失敗したんだけど、ちゃんと安定した状態で着水すれば全然安全だし、ここからさらに飛び立つこともできますね。もちろん地上に着陸することもできるんだけど、船底が草になってって重量との関係で石を踏むだけで大破する可能性があるし、プロペラとかがむき出しなのでちゃんと安全を確保した場所じゃないと
簡単にビームに焼かれますあと今回は荷物は積んでないし、まだ軽量化できる部分もあるにはあるんだけど、その辺は実用する際に調整すれば大丈夫じゃないかな。で、途中近くにも低い位置の空中遺跡があるのが分かったので、次はあっちにロケットエンジンを取りに行こうかな。ということで次回は小型ジェット機やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。